簡体字コナンカード、通称中国版コナンカード。現在日本をはじめ、韓国、台湾、タイなど、世界中で流通している日本語版に対し、唯一の多言語版として展開しているのが、この簡体字コナンカード。製造は日本語版と同じくタカラトミーが手掛けており、中国ホビー業界大手の華陽が販売、管理、運営を行っている。そのため、中国国内の公式イベントでは、この簡体字版の使用が義務付けられている。今回の動画は、おそらく日本人初となる簡体字コナンカードイベントの参加レポート動画。また、中国のコナンショー調査の旅動画としても楽しめる構成になっています。コナンカードプレイヤーはもちろん、調査への旅行を計画している方もぜひ最後までご覧ください。私は今、中国コナンショー調査に来ております。コナンカード系 YouTuber こと私みるみるが、コナンショーに来ております。もちろんやることは、コナンカード。コナンショーで、コナンカードをします。題して、コナンショーで、コナンしようです。まず、このまま映像を撮影していただくと、福岡空港から中国上海、そこから調査に向かう映像が始まります。この部分は、あんまりコナン関係ないので、興味がない方は、スキップしてください。コナンショーでコナンしよう。時を遡りまして、今はね、福岡空港から毎度おなじみ上海プドン空港に到着しました。で、今から、上海虹橋駅に行って、中国の新幹線、中国鋼鉄に乗って、コナンショー調査の駅に向かいたいんですけど、ちょっとね、テーマデッキ、シャッフルロマンスが欲しいんですよ。で、もし、調査の駅って華陽のお店が1個しかないんで、ここでもし売り切れとかなっとったら、だいぶやばいんで、ちょっとね、上海のね、南京東路の華陽フラッグシップ店に行って、シャッフルロマンスのテーマデッキをちょっとね、チェックしてみたいと思います。ただね、時間が結構ギリギリ。また RTA みたいなことを千人券飲んで、ちゃっちゃ行きましょう。龍陽路駅に着きました。前回来た時ね、浙江駅とか行ってましたね。浙江駅といえば香港の駅なんです。香港の駅やったかな、フェリーターミナルかの名前なんですけど、香港といえばね、今度探偵マスターズあるんで、そちらも参加したいと思っています。その前に韓国の探偵マスターズもありますけど。ということで、毎度おなじみ南京東路なんですけど、ここから華陽のフラッグシップ店、南京東路フラッグシップ店に向かいます。もうちょうど上海に降りた時に病気でお休みされていた毛利蘭役の山崎若菜さんのご逝去のニュースがあって、ちょっとびっくりしましたね。61歳かな。だいぶお若いショックが、コナン界隈のショックが知りましたね。今から握るデッキがシャッフルロマンス、新一と蘭のラブロマンスを描いたデッキなんで、ちょっとなんともちょっと重たい意味を持ってしまうデッキ選択になってしまいますが、ちょっとね、それとこれとは別なんで、ちょっとということで華陽のフラッグシップに行きます。シャッフルロマンスありました。いっぱいありますね。ブースターパックこれしかないんだ。なんか新たなる謎のやつないんですね。とりあえずシャッフルロマだけ買っていきましょう。なんか中国はコナン TCG あんまり流行ってないらしいんで、デッキケース欲しかったんですよ。簡体一番の。ちょっと見当たらないですね。片隅に雑に売ってやりましたね。とりあえずね、シャッフルロマンス手に入れました。これで簡体字コナンのチャレンジ戦出れるんで、持っていきましょう。で、マジで時間ないんで、今から中国の新幹線の駅に向かいます。ノンストップで向かいます。多分着いた上海虹橋駅に着きました。おそらく人の流れ的にこっちに行けばいいんでしょうけど、ちょっと中国割とちょこちょこ来とる割には高速鉄道使ったことないんで、頑張っていきましょう。とりあえず中国の新幹線をチェックインしました。飛行機乗る並みに結構セキュリティが厳しかったですね。
でまあなんか話に聞いとった通りパスポート一つで入れましたということで、乗車時間になったんで乗り込みます。なんかねチケットとか選んでちゃんとねパスポート一つだけでね乗車できるっぽいハイテク、もうね管理されとる、完璧に管理されとる12号車、上海から湖南省調査まで1080キロの旅程を走ります。1080キロって言ったら日本で言ったら東京から博多まで結構な大移動ですよ。運賃は片道7000円ぐらいだからだいぶ安いですね。新幹線はなんか思ったより綺麗だしそんなにカオスじゃない。ちゃんとねなんか USB とかあって便利ですし、席一つ一つにバーコードが振ってあって、なんかこれでウーバーイーツみたいなの頼めるみたいですね。座席まで持ってきてくれるらしいです。意外ともっとカオスなんかと思ったら普通やった。普通の新幹線。なんかね食堂車というよりね、簡単な調理場みたいな、冷食温め場みたいなところがありますね。南昌駅に到着しました。調査まであと1時間ぐらいのところなんですけど、ちょっと南昌駅でデリバリーフードを頼んでみました。なんでね、新幹線この席から移動せずになんか南昌料理を届けてもらうっていうことをちょっとやってみました。名古屋駅でうなぎのひつまぶしとか味噌カツとかを、新幹線の中で食べられるっていう注文をしてみました。なんかこの席まで持ってきてもらえるみたいなんでちょっと楽しみですね。すごいちゃんと届いた南昌名物料理の炒めビーフン、醤油風味の濃い味付けと、唐辛子を使ったのが特徴ですね。こうやって通りすがりの名物料理食べれるのはすごいいいサービスと思います。上海から4時間かけて湖南省調査にやってきました。湖南省にある調査という町ですね。今から地下鉄に乗って湖南省調査市の中心部に向かいます。湖南省で湖南市よ。ここが調査の町か。なんかパチンコ大当たりみたいな町だな。とりあえずホテルに向かうか。ここが調査の町の中心部の51広場ですね。とりあえずホテルに向かいましょう。ホテルは割とすぐそば。調査というか湖南省調査は中国でも確か12番目らへん、10何位の都市らしいですけど、なんかめちゃくそ都会ですね。住所ではここがホテルなんですけど、なんか全然ホテルっぽくない。お土産屋さんと飯屋があるだけで、あれホテルっぽくないぞ。あった、これだ。10メートルでエレベーターで上がれってこと？なんかすごいな。怖えぞ。ここか。これか。いやー、これはなかなかハードコアなやつだな。いや、24時間チェックイン可能なホテルって書いてあるのに、なんかホテルのディスク空っぽなんですけど、なんとかね、ホテルの人を呼び出してチェックイン可能やった。チェックインできました。一泊2000にしたら結構綺麗ででかい部屋ですね。エアコンもあるし。すげえシャワールームだな。和式だよ、和式。和式のシャワールームだよ。じゃあとりあえず簡体字版のシャッフルロマンス開けてみようかな。デッキと、あとはプレイシート2つか。プレイシート、これはこれで貴重だな。全部簡体字版だから。で簡体字版はスタートデッキすらないから、これが初めてのデッキなんで、1枚しかないんだ。1枚なんだ。コナンカードのテーマデッキは、現在黒ずくめの組織のやつから2枚になってるんですよ。これ僕がクレーム入れたんですけど、いや1枚だったら
これ使いながら裏面の解説が読めないっていうねクレームを出したら割と改善されたんですけど、まあ書いとることは基本同じかな。ここに歌謡のバーコードが追加されとるっていう感じですね。で、デッキ。続いてデッキですね。デッキ。マーカー、事件編、案件編と解決編。デッキですね、メインの。パートナーハート姫がいいな。あ、スペードか。スペードもかっこいいですよ。このシャッフルロマンス独特の光り方の心、コナン。まあ、デッキは同じですね。で、シャッフルロマンス。じゃないや。ザ・ブラックナイト。パッと見は2本と同じ。まあ、とりあえずスリーブ入れて使えるようにします。コナン賞でコナンしよう。おはようございます。コナン賞が誇る名門大学、コナン大学にやってきました。まあ、コナン大学といえば、ルーツが1100年ぐらい前からある大学で非常に長い歴史を誇っており、中国国内ではトップ10にギリ入らないぐらいのとはいえ母数から言ったら相当な名門大学ですね。で見ての通り割とで観光地化されとるんですよ。そのコナン大学って塀とかで仕切られてなくって非常にオープンなキャンバスって言ったらいいんかな。1000年以上の歴史があるから遺跡というか遺構、観光名所としても有名な場所ですね。ちょっと訪れるのが楽しみな大学、コナンの大学なんでね、どんなコナンがあるかねちょっと見てみたいと思います。ここでコナン大学グッズが買えるんで買います。コナン大学コナングッズですね。実質コナングッズ。コナン大学コナン大学キーホルダー T シャツある。 T シャツコナン大学 T シャツ欲しいな。コナン大学パーカー4000、5000ぐらいか。ポロシャツが108元、約2000円。コナン大学ポロシャツないんですけど T シャツしかない。売り切れじゃない？コナ大ポロシャツなんかここにありそう。っていうかここ手に取っていいのかな。なんかまあ多分中国だけいいんだろう。盗むわけじゃないし。プレマが売ってます。プレマが、デスクマットなんですけど、コナン大学ってでっかく書いてるのが欲しいんですけど、それはなさそうけど、このデザインかっこいいな。普通にかわいいな。コナンユニバース。いやコナンって漢字で書いてほしいんだよな。これがこれいいな。このデザインのデスクマット欲しいんだけどな。コナン大学バッグがある。こっちんだよ。これにする？お値段もまあちょっと高いけど3000円ぐらいか。4000いかんぐらいか。よくない？コナ大よくない？コナ大バッグ。コナン大学ブックなんかマジで本格的やけど、でもちょっと思っとるとちょっとガチすぎるな。良すぎるな。服よりこっちのコナン大学バッグの方がめっちゃクオリティ高そう。コスパ良さそう。いやー、大学とは思えないほどチェーン店がいっぱい入ってますね。大学の敷地内らしい、安いファーストフードが多いですけど、すごい便利な大学ですね。一回りしてみますか。特に取れ高がなかったらカットします。コナン大学から調査の街に帰ってきました。国金商店街に向かいたいと思います。コナン調査の地下街国金街にあるポケモンカードジム調査。こちらはポケモンカード公式のお店。ポケモンカードだけでなくポケモングッズの購入も可能。ほっぺスリスリぬいぐるみカードディスプレイボックス。ポケモンの技の一つであるほっぺスリスリを覚えるポケモンのぬいぐるみと、そのキャラに対応したカードがセットになっている日本未発売の商品。調査のイメージポケモンは唐辛子をモチーフにしたスコビラン。中国のことわざに、コナン人は料理が辛くないことを恐れるというフレーズがあり、コナンは唐辛子とは切っても切れない関係性がある。みるみるの中の人はこのコナン調査限定のスリーブを購入した。いやー、すごいですね。テーマパークに来たみたいだぜ。テンション上がるな。大家喜欢餐吗？菜单给你了解下，新鲜现炒可以尝一尝。ラジャオ博物館。ラジャオって言ったら中国の、ポピュラーな
紐状の駄菓子も博物館、アニメグッズとかよく売っとるみたいですね。まあその後にこっち行きゃいいか。これがかの有名な一番くじ自販機型のなんか一番くじっぽいですね。まあ、なんかうっかりやって A とか当たったら嫌なんでちょっとやらないんですけど、ビリビリグッズだ、行ってみよう。コナングッズちょっとあるけど、去年の赤眼のフラッシュバックをモチーフにしたやつばっかりですね。なかなかディープそうだな。結構この建物一周するだけでもだいぶ時間取られそうだな。どう考えても偽物の缶バッジがいっぱいありますね。こっち側のきれいめなフロアは割とちゃんとライセンス品がある感じですね。でこっちのテロテロのカーテン、ビニールのカーテンの向こう側はマジで何でもあり、海賊版、ピクシブの画像をパクって缶バッジに加工したようなものばっかりありました。僕はこっちの方が大好物なんでちょこちょこっと買い物しました。フェイダーチュー。中国全土で今大人気の外食チェーン店。その発祥はここ湖南省。名物料理は湖南料理をベースとした豚肉と唐辛子とニンニクの炒め物、ラージャオチャオロー。ご飯はなんとドカンと炊飯ジャーで提供される豪快さ。料理提供時のこれぞ全国に誇るラージャオチャオローと店員さんが大声で張り上げるパフォーマンスも見逃せない。湖南省で湖南市よ。なんか湖南省グッズが欲しいんですよね。あったよ、湖南省コナングッズ。コナン11人目のストライカー、犯人が多い真っ青。中身見えないんですけど、これ箱のデザインは結構かっこいい。なんかかっこよくないこれ。もうフィギュア見本があるけど、ちょっとやばめ。犯人が多いしムキムキやし、湖南省コナングッズとしてはなかなかいいかもしれない。この大河路寺の近くにあるちょっと海洋のお店のといてみましょう。明日やるところはちょっと全然違う場所なんですけど、ちょっと大河路寺の海洋のお店行って、コナンカードがどんなもんがあるんかちょっとチェックしてみましょう。なんか地下1階に海洋のお店があるっぽいなんですけど、あった。新たなる謎。シャフロバって何あげたらいいんだろう。新しい海洋のコナンのカード、トレーディングカードのキットですね。結構レアなやつですね。最上位じゃないけど、でも結構かっこいいですね、これは。ワンパック買おうかな。ちょっと買ってみようかな。一つ、パックというよりちっちゃい箱なんですね。一つ400円。これ一つ買ってみます。反対自慢のデッキケースなんですけど、パッと見同じじゃないですか、日本版と。これ違うんですよ。ケツにロゴが入ってるんですよ、反対字の。これが全然違う。日本版は入ってないんですよ、ロゴが。そもそもロゴが。ちょっと見えにくいところで周りと差をつけるためのアイテムとしておすすめ。もう、はい。いや、いいんだけど、なんか、めっちゃ太鼓が動くじゃんってビビっとる。ステージのど真ん中で、あんまりでかくもないテレビで、ハンターハンターの念の解説みたいなやつを見よるウィングさん。なんか他にもおもろいもんないかな。コミケみたいな感じかな。なんか、売ってますね。ちょっと見てみようかな。なんとね、なんかコナン、なんかコミケというかフリーマーケットみたいなところで、なんかコナングッズだけを売っとる人がおって、コナンカード売ってました。で、1イベ、シャフロマデッキには入ってない1イベが2枚と、七木崎、あとプロモに入っとるレベル5のコナン、青山原画のコナン、これ全部で8件。日本円で160円。いや、結構強いな。やばいな。いや、これ日本版で160円じゃ手に入らんよ、これは。すごい。湖南省で湖南市よ。3連勝。雨が降っとるんですけど、ちょっとね、この駄菓子屋、スナックめっちゃ忙しいっていう意味のお店に入って、ちょっと駄菓子見ながら雨宿りします。すごい、駄菓子が売ってますね。なんかこれは
なんか僕の最近ハマっとる TikTok というか YouTube ショートの中国の駄菓子屋の動画があるんですけど、それでよく食べられてるやつですね。タケノコだ。タケノコも駄菓子になるんですよね。なんか子供ってそんなタケノコテンション上がらんと思うんですけど、また買ってしまった。調査の食べ歩きで外せない大本命ストリートフードといえば調査臭豆腐。独特の発酵臭で知られる臭豆腐ですが、調査のものは他と違って衝撃の真っ黒さ。カリッと揚がった黒い豆腐にパクチーやニンニク、特製スープを染み込ませて食べるのが現地流。臭豆腐が大好きなみるみるの中の人も毎日リピートしちゃうほど激うまな料理。見かけたらぜひ挑戦してみてください。湖南省で湖南市よ。ということで、これからバンカレー国際モールにある海洋のお店でコナンカードのチャレンジ戦があるので向かってみましょう。バンカレー国際モールにやってきました。このバンカレー国際モールっていうのが昨日おとついといた大交商事から離れた場所にあるんですけど、なんといってもですね、ここはですね、世界最大級の単一のショッピングモールで、さらに今回、関西コナン TCG のチャレンジ戦が行われる海洋のお店もここにあります。独特の世界観を持っている、ショッピングモールで、結構楽しみ。スーパーマーケットコーナーにやってきました。パイカルってないかな。パイカルってブランドなんですよ。泡盛にと焼酎みたいな関係かな。焼酎っていうカテゴリーの中の泡盛みたいな感じで、パイカルと全く同じお酒がいっぱいあるんですよ。でもパイカルがないんですよ。パイカルそのものがなかなかね、手に入りにくいらしいんで。湖南省で湖南市よ。はいよ。バンカレー店。ここでチャレンジ戦やるんか。この中の車や。なんか、ちゃんとしてる。いや、マジでこのツール謎すぎるやろ。怖すぎるわ。バンカレーモールは、屋上がすごいらしいですけど、で、屋上に来ました。すごいな。今、14時なんで、あと1時間でチャレンジ戦が始まります。ということで、また屋上から地下1階に戻って、ちょっとね、スタンバイしましょうかね。X のフォロワーのコナン大好きさんも、もうすでに、海洋のお店に来られて、スタンバられておるそうなんで、合流しましょうかね。ということで、湖南省で湖南市のメインであるチャレンジ戦に参加します。調査のコナンカードプレイヤー、コナン大好きさんのお力添えによって、非常に貴重な艦隊地盤、遠山和葉と中森青子のチャレンジ戦プロモを手に入れました。ご協力ありがとうございました。私が知る限り、コナンカード、日本のコナンカードのプレイヤーは、比較的年齢層は、20代以上が多い感じがするんですけど、艦隊時は、艦隊時というか、中国のコナンカードプレイヤーは、非常にお子様が多い。マジでちょっと全然違う環境でしたね。非常にエネルギッシュ。僕もみるみるとして、目立つから、なんかそれを聞いたお子様が僕にデッキを見てくれ、デッキを診断してくれって言って、デッキをポンって渡してきたんですけど、赤パートナーのデッキに、スタートデッキの8ページが入ってて、パートナーが違うからこれ能力使えないよなと思って、じゃあチャレンジ戦でその子と当たって、いやいや君、パートナー赤だから8ページの能力使えないよって指摘するのって、どうなんかなって思ったんですよ。おいおい、大人だろ？そんぐらい多めに見てやるよって雰囲気だったら、俺間違ってないけどさ、子供相手に本気出しちゃってどうすんのみたいな感じの雰囲気だったら、マジどうすりゃいいのみたいな。ね、ネタバレすると当たらんかったんですけど、そのことは。
今日のチャレンジ戦は、日本と違ってベスト4入ったらキラプロンパックがもらえて、1位になったらウォッカがもらえますね。ちょっとドキドキするな。とりあえず予選のスイスドローが終わった。とりあえず3位でした。でベスト4入れたんで、なんか決勝トーナメント行くらしい。勝てるかな。コナンショーでコナンしよう。結果としてチャレンジ戦決勝トーナメント、1戦目で負けてしまったわけなんですけど、優勝された方に、もう必死の頼み込みで、なんとか僕の日本版の手持ちのカードとその日のチャレンジ戦のプロモのウォッカ交換していただきました。またちょっとね、広州の方、香港の北西部にある町の広州の方だったんで、広州は割と中国のコナンカードの有名店舗である幸運の店があるお店で、そのお店でまた落ち合えたり対戦できたらいいねという約束ができました。本当に交換ありがとうございました。またバンカレー国際モールの火曜のお店からなんと環太寺コナン TCG サービス開始時に配布されたサンプルコナンカードデッキをいただきました。こちらが日本には存在しないもので、日本のスタートデッキの内容を再現されたサンプルデッキで、カードにサンプルと印刷されています。これ日本には絶対存在してないんで、公式戦では使えないプロ棋士扱いなんですけど、非常にコレクターアイテムとしては貴重なものですね。ありがとうございました。ということで、一気に1日で環太寺のチャレンジ戦のプロも3枚ゲットしました。ありがとうございます。他にもいろいろとね、トレードちょこちょこしてもらったりとか、キッズにハイウェイの打天使とか、厄介な難事件のプロモとか、水色の思い出とか、あげたりして、なかなか楽しい時間を過ごしました。で、今からここのね、ショッピングモール散策して、また声を振ってると帰ろうと思います。中国のめっちゃ安い飲み物や1杯80円ぐらいのレモン水、砂糖が入ってるんで甘いんですけど、めちゃめちゃ売れとるらしい。気になっていた中国で人気のマッサージ店、金色印象に行ってみました。こちら90分5000円程度のマッサージを個室のシアタールームで受けることができます。マッサージ中に黒金のサブマリンを見ながらマッサージ受けたんですけど、さらになんと飲食が無料で食べ放題。そのメニューもなんと調査名物のホイップクリームがたっぷり乗ったミルクティーや麺料理、ご飯物、そして極めつきが湖南省調査名物のザリガニ料理まであります。ザリガニ料理は調査のレストランで食べると結構な値段と量が出てくるんですけど、ここだとマッサージを受けたついでに一人分がね、食べられるので、マジでおすすめです。コナンショーでコナンしよう。チャレンジ戦の模様、いかがだったでしょうか。大人の多い日本とは違って、こちらは子供が多くて、また違う雰囲気がありましたね。さて、ここからは、調査から上海に向かい、日本に帰国する映像になります。調査から上海の行程として、中国の激安寝台列車に乗ったり、上海では佳代の店などに行って、またコナンカードやコナングッズ購入するんで、そちらの映像も引き続きお楽しみいただけたらいいかなと思います。寝台列車の方に向かっていきましょう。ということで、今ね、調査駅に到着しました。調査から上海駅に帰ります。往路は新幹線使ったんですけど、復路、調査から上海に向かう工程は、寝台列車を使います。中国の寝台列車びっくりするほど安くて、1080キロの道のりになるんですけど、新幹線だと7000円。これでもだいぶ安いじゃないですか。1080キロって日本で言ったら、東京から博多間の距離なんですけど、これを新幹線で7000円で走るっていうのは、だいぶ運賃安いんですけど、寝台列車になると、なんとね、そこから半額の3000円になります。ランクもあるんですけど、椅子の席が確かに3000円で、ベッド、簡単なベッドが、6人1間の、3段ベッドが2つある中の1つのベッドを使うのが5000円ぐらいだったかな。なんでね、だいぶそれでも安いんでね。で、海外の寝台列車はだいぶ僕久々なんで、
結構楽しみですね。こっちの方が新幹線より楽しみかもしれん。なんかいろんな旅行系 YouTuber の方はなんか結構過酷そうにしてるんですけど、割とね、僕は過酷であればあるほどね、まあ、あんまり危険な目には遭いたくないけど、不潔騒音は結構ね、いける方なんでね、ちょっと楽しみですね。空港並みのセキュリティを超えて電車待ちです。まあ、結構、駅の中は売店とかあるんで、まあ全然時間は潰しそうっすね。中国の駅はマジでバカでかいですね。でかい空間が3つあるって感じですね。ワイルドな作りですね。でもこっちの方が分かりやすくていいですね。僕の乗る列車が、なんかみんな乗り出しましたね。行きゃいいんかな。すげえ。すげえ人。人民大移動よ。人民大移動。これか。15号車。ここが僕が利用するの講座の部屋ですね。6人1間。なんか動画、旅系 YouTuber がやってる人のよりかはそんなに悲劇的じゃない感じかな。こんな感じですよね。一番上。ここが僕が泊まる部屋です。3段ベッドの一番上。座ることもできません。首曲げてます。ただね、荷物置き場が一番上あるんで、荷物置くスペースがあるのはありがたいですね。ただこのリュックが今、多分背負った感じ、15キロぐらいあるんで、マジでここ、頭の上2メートルぐらいある。持ち上げるのが超大変やった。なんか、現場作業を思い出すな。なんか結構清潔ですね。全然臭くないし、新しめの列車でありがたいところです。これは、竹炭の脱臭剤みたいな感じですか？狭いよ。まあ、窓際に席があって、一番上の人間は降りて座ってますね。ちょっと、まだ発車してないんですけど、体力があるうちに、ちょっと列車の中冒険してみようかな。なんか、水が過ぎるっぽいぞ。これはお湯だね。洗面台がある。結構綺麗やな。9号車に食堂車があるんで冒険しようかな。食堂車。おー、しょぼいな。豆みたいな食堂車があります。特におもろいものはなさそうだな。食堂車というより売店っすね。よし、寝よう。こういう時はもう寝るにしか限るよ。なんかね、全然カオスじゃない。僕からしたらもっとすげえのを期待しとったのに。これじゃ肩透かしだよ。全然快適やわ。全然快適ですな、この空間は。もっとさ、臭いよとかさ、うるさいよとかさ、カオスだよとかさ、やりたかったけど、めっちゃ快適です。すいません。寝ます。湖南省で湖南市よ。上海駅に到着しました。上海南駅。上海駅からホテルに到着して、チェックインまでの間、大きい荷物、大きいリュックを預けてました。まあね、15キロぐらいあると思うんで、背負った感じ15キロぐらいあるんで、まああれがなくなった分だいぶ肩の荷が下りました。まあね、まだ朝の9時なんで、街の店はまだあと1時間ぐらい待たないと開店しません。そしてね、今スマホのバッテリーとモバイルバッテリーの電池がね、ほぼなくなりかけなんで、ちょっと喫茶店みたいなところで充電したいなと思います。中国はモバイル社会なんで、ちょっとね、電池切れると何もできなくなっちゃうから、電池が完全になくなる前に、バッテリーを充電したいと思います。まあ、上海いくつかある家用のお店が一つある新世界ですね。新世界城です。アニコナ店じゃなくて、コナン店30周年の時はここが会場でしたね。毎度おなじみ歌謡。ドラゴンズドリームショッピングモールって言ったらいいんかな。竜の夢ショッピングモールにやってきました。ここにもね、ポケモンのオフィシャルストアがあるんで、まあ一応行ってみましょう。調査ではスコビランが
そのイメージポケモンだったんですけど、ここの上海はウがイメージキャラクターになっています。ここにも調査と同じくサプライがありますね。上海のウのスリーブいいですね。ここにも会話あるんじゃん。じゃあなんか行ったり来たりせんでよかったな。まあもう欲しいものは全部買ったからな。今夕方の5時ですね。午後5時。朝から何も食べてなかったんでカップ麺食べてお昼寝してスマホも充電して体力回復、スマホも体力回復したんでこのメインのよく僕が旅行に使ってるリュックの限界まで買おうかな。物理的な限界まで箱買います。買っちゃうぞ。ジョイシティの海洋にやってきました。ジョイシティは以前来ましたね。コナンのポップアップストア永遠の一瞬の時に来ましたね。今ちょっと違うのやってますけど、あんまり中国ではコナンカードに見てないせいか、在庫ありますかって聞くとこうやって戸棚をいっぱい開けて探してもらうようになります。コナンショーでコナンしよう。夕食にウォレスにやってきました。ウォレスは中国でも有名なめちゃめちゃ安いチキンバーガー屋さんです。これで500円以下っていうのはだいぶ安いですね。なんかドリンクがライチソーダとノンアルコールピーチビールっていう2種類しかなくて、それが謎すぎたけど安くていいですね。特に変わったこともなくホテルに帰って明日福岡に帰ります。今回泊まったホテルがウェスティンホテルなんですけど、一番最寄りの売店っていうかコンビニが個人商店、こんな個人商店っていうのなんかだいぶ渋いっすね。ということでホテルをチェックアウトしたので、今からプドン空港に向かいます。上海プドン空港に到着しました。ここから福岡に帰ります。15万円分の艦隊時コナンカードの大量開封するとボックス購入特典が入ってない。荒れるみるみる明かされる火曜の闇。次回艦隊時コナンカードの闇。動画ができたら公開予定。ネクストコナンズキンサーチ済み。おかしいだろう。